それでは次の演習いきます。まずはコードセルを作成します。そしてこちらの方に入れていきますけども、一度、演習の方を中断した人はですね、こちらの方、インポートのところですね、これを追加しておいてください。インポートナンパイと、マットプロットですね、コントロール C でコピーしてください。そして貼りましょう。こちらの方に貼ります。コントロール V で貼ります。それで次に X 軸の設定をしていきます。X 軸は X のデータの方ですけども、NumPy の、ラインスペース使います。ラインスペースを使って、そしてこの中に、等間隔の数値を設定しますので、例えば0から9までっていう形で入れてやって、ナンバーを10個としますね。こういう形で入れてやって、この X を表示してみますね。そうすると、こちらの方ですけども、ちょっと拡大します。アレイが0から始まって、0点、1点とか2点とか出てますね。これ、不動小数点で出てますけども、0から9までの数が出てますね。10個の方、10個の数値が出てるっていうことです。で、ここ見ると、0から9までで、ナンバーが10ということで、10個の数字を出すということですね。等間隔で10。例えばここを20にすると、ここ20ですね。20にすると、これ実行してみますね。そうすると、0から9までを等間隔に分けて20個の数字が出るということになります。これが、NP のラインスペースという関数になります。で、今回は、例にあるような形で、設定しますので、マイナス5から5までですね。マイナス5から5。で、ここの後をこう省きますね。こうすると、ナンバーが50個のデータを作成するという省略した場合は50個になります。それを実行してみると、これ全部50個あるんですけども、50個の数がマイナス5からプラス5までの間、等間隔でデータが作成されました。まずこれが X ですね。そして Y。Y については、今回は、X を3乗した値を作成します。で、これ Y を、表示してみると、X に対応した、3乗の値がここで50個作成されました。これ使って、プロットしていきます。では、このプロットですね、を使います。PLT で、プロット、これ折れ線グラフですね。50個の折れ線グラフで、データは XY。はい。で、これで
実行します。そうするとこういう形で、三次玉線ですね、それが作成されました。それではタイトル、ラベルを表示していきます。そしたらまずはこの後に、plt ドットタイトルって書きます。そして、括弧の中に文字列を配置します。ここに例えばタイトルと書くと、これを実行するとこういうふうにここにですねタイトルというのが表示されました。そしたらこちらも X 軸のタイトル、Y 軸のラベルですね、ラベルの方を表示しましょう。そしたらここの下に同じようにですね PLT のここで X ラベルですね、X ラベル、これですね、これでここに X ラベルしましょうかね。はい。で Y ラベルもコピーしてここに Y で、ここを Y にしましょう。で、これ実行しましょう。Shift Enter で実行。そうするとここに、こちらの方ですね、Y ラベルで X ラベルというふうな形で表示されました。はい。そして次に、軸の設定ですね。軸の範囲の変更をやっていきます。今が X が、もう自動設定されて表示されてますね。上限が100、で下限がマイナス100よりちょっと低いですね。で X の方もマイナス4から4っていうような形でこういう範囲に設定されてます。ここを変えていきましょう。それでは元に戻して、ここですね、プロットで X リミット、X リミット、これを使っていきますね。でここで下限と上限を入れていきます。ここが下限が例えばマイナス2で、上限がプラスの2というような設定ですね。で、Y 軸についても表示範囲を、ここですね、Y リミットの方、例えばここはマイナス70にしましょうか。70にして上限の方が100にしましょうか。これは自由に書いていいと思います。そして実行するとこういうような形になりましたね。そしたらちょっとこれが表示範囲が拡大したのでもう少し小さくしましょうか。ここマイナスの10で、こっちも10にしましょうか。例通りにやってみましょうか。でこれで実行するとこういうふうな形で、マイナス10と10で
ですね、マイナス10と10というような形で範囲設定されて表示されました。はい、じゃあここまでやってください。